問題 A。一直線の鉄道路線に N 個の駅がある。駅 X から駅 Y までまっすぐ行くとき、駅 Z を通るか？ X、Y、Z は全部異なる。Z が X より大きくて Y より小さいか、X より小さくて Y より大きければイエス。C++ のコードも置いておく。コピペしたかったら説明欄からどうぞ。問題 B。タイピングが下手な人が、画面を見ずにタイプした。間違ったらその都度バックスペースを押した。しかし実はバックスペースが壊れていた。タイプしようとしていた文字列 S と、実際に画面に表示された文字列 T が与えられる。表示された文字列のうち、タイプに成功したのは何文字目か？文字列は最大20万文字ずつあるので一応注意。画面に表示された方を1文字ずつ見てって、打ちたい文字だったら場所を出力して次へって感じ。20万文字あるので基本的に20ループは間に合わなくて、相は手で管理しなければならないってとこだな。問題 C。N 人の人がいて、彼らの肩までの高さと身長が与えられる。彼らを適当な順に積み重ねる。さらっとすごいこと言うね。それぞれの人は一つ下の人の肩に乗る。このタワーの最大の高さは？人数は最大20万人、身長は巨大。実はどうやってもあんまり変わんないよね。一番上の人以外は肩までの高さしか入らないから、一番上に顔が一番長い人を置けば OK。問題で1から N までの整数が並んだ列がある。ここから連続する傾向の整数を取り出す。この時、左端と右端が近いほど嬉しい。最小の距離を求めろ。N は最大20万。とりあえず、何がどこにあるかまとめとくよ。3は左から2番目とかね。そしたら距離ってのは最大から最小を引いただけで、この枠をスライドさせればいいね。実装は C++ の STD セットを使うのが一番楽だろう。Python でこれやるには準備がいりそう。あとスライド最小値っていうスタックを使った手法もあるぜ。オーバーキルってやつだね。問題 E。クリークをくっつけてできた重み付き無効グラフがある。クリークってのはみんな仲良しなグループのことだね。このグラフの最小全域値のコストを求めろ。最小全域値ってのは、こんなやつだね。頂点数は最大20万、クリークサイズの合計は最大40万。最小全域値といえば、まあクラスカル法かな。プリム法でもいいぜ。クラスカル法ってのは単純で、安い方から辺を見てって、無駄じゃなかったら採用するだけだね。辺の数さえ少なければそのまま適用できたが、巨大なクリークがあると辺の数がひどいことになるな。でも、例えばこの3本を見終わった時点で、この4つは絶対くっついてるから、他はあってもなくても同じだね。というわけで、こういうグラフだと思って OK。時間が尽きたので F は諦めるぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。